堂ヶ島洞窟巡り遊覧船コース。こんにちは、 MB サポートの管理人です。本日は2016年6月9日に撮影した堂ヶ島洞窟巡り遊覧船コースのほぼノーカット版をお送りします。ゆっくりしてってね。左前方に見えております砂浜は乗ヶ浜海岸でございます。第10代天皇の崇神天皇の御代、この付近で天皇献上の大きな船を建造し、この浜から乗り出したという記録があり、乗ヶ浜海岸と名付けられております。この海岸、夏になりますと海水浴客で大変な賑わいを見せるところでございます。懐かしいね。右側の島がジャジマでございます。島の中段をよくご覧ください。蛇の鱗あるいは竜の形をした模様が出来上がっているところからジャジマまたは飛龍島と呼ばれております。この岩盤は白色凝海岩で脆く、波や風の侵食によってできた天然の彫刻でございます。左側の島が比叡山城島で、昔災害があった時、この島が比叡山城をもって売買されたという伝説の島でございます。このように堂ヶ島周辺の島々は伝説あるいは島の形をもって名付けられております。出てまいりました海が駿河湾でございます。時折大きな波が来てしぶきがかかることもございます。窓際のお客様は十分ご注意ください。なお船内は禁煙となっております。しばらくの間おタバコはご遠慮いただきますようお願いいたします。左手に並んでおります海岸線、こちらが大幕海岸または大幕岩と呼んでおります。左続きの時、沖合からこの海岸を見ますと、中腹の白い部分が大きな幕を張り巡らしたように見えますところからこの名が付けられております。前方左側をご覧ください。洞窟が3つ並んで見えております。この洞窟を鷹の巣洞窟と呼んでおります。昔この辺りに鷹が住んでおり、この洞窟に巣を作っていたと言われております。左上には柵がございますが、一番左の建物が沢田公園露天風呂でございます。風が強い。綺麗な海だね。なんかレンズが汚れてる。残念だな。30fps だし。ぶつかる。まずい。どうしよう。間一髪だった。なわけないだろう。マインクラフトみたい。あ、露天風呂ってあの柵のところかな。前方の港は西伊豆町西名港でございます。この港は以前鴨ヶ池という池でございましたが、水の手が加えられ、現在では漁港として栄えております。この辺りの特産物に寒天の材料となる天草がありますが、毎年5月半ばから海女さんが海中深く潜って天草を取る姿が見られます。右側の島は竜宮島と申しますが、島の下は四方に口を開けた空洞になっており、この洞窟の中にたくさんの伊勢海老が巣を作っております。伊勢海老の繁殖地として県の条例により禁漁区となっております。左側の島が恵比寿島でございます。上に鳥居がありますが、海神様が祀られており、毎年3月17日には神主さんと地元の漁師さんたちで大漁と海上の安全を祈願いたします。主か。左
左側長く突き出ている岬が阿城岬、山を安城山と申します。この山には昔安城という城があり、その後は戦前まで残っていましたが、戦時中の開墾によって取り除かれ、今ではそのごく一部が残っているだけでございます。カムさん。阿城岬の先端の岩が亀郷岩でございます。大きな亀が丘へ這い上がろうとする形をしており、磯釣りを楽しむ場所として親しまれております。ハワイみたい。行ったことないけど。と切り立った断崖が見えておりますが、この辺り一帯が堂ヶ島でございます。よくお客様から堂ヶ島という島はどれかと質問されますが、堂ヶ島という島はなく、この辺り一帯の地名でございます。へえ。この伊豆西海岸は冬の間西からの季節風が吹き荒れるのでございますが、長い年月の強い風や波の侵食作用によりまして、東北地方の松島と並ぶ美しい海岸線が作り上げられております。右前方の切り立った崖の下に大きな洞窟が見えておりますが、あちらが天然記念物天窓洞の南口でございます。この天窓洞は中が三角形の形をした海蝕トンネルであり、洞窟の延長は約200メートル、面積は9800平方メートル、約3000坪もございます。元は海底にありましたものが富士山の噴火によって隆起したものと伝えられており、中に入りまして国道側に口を開けている東口、西側海に面した西口と、あの南口の3つの口がございます。また天窓洞には鎌倉洞窟という横穴があり、これには伝説がございます。昔源頼朝公が追っ手に追われた時、この洞窟に身を潜めて難を逃れ、鎌倉宛ての密書を送ったと伝えられ、鎌倉までも続いていると言われております。秘伝の伝説が残っております。またこれらの島々が見る角度により3つに見えたり4つに見えたりしますところから総称して三四郎島と呼んでおり、伊豆西海岸では最も大きい離れ島でございます。船の左側に並んでまいりました一番岡側の島、先ほど伝兵衛島とご紹介しましたが、この島をこの付近から眺めますと、象の形に似ているところから象島の名で親しまれております。象さん。左の方に長く突き出た暗礁が鼻に当たり、小さな2つの洞窟の右側が足、左側が牙でございまして、象さんが座っている姿にそっくりでございます。上の方には目や耳の部分もできており、岩肌や姿形がよく似ております。この象島の尾の部分から対岸の浜までが瀬浜海岸でございます。この海岸、干潮になりますと幅約30メートルの浜が出来上がり、足を濡らさずに三四郎島に渡ることができますし、また満潮時には水面下に隠れてしまい、その上を小さな船が自由に往来することができます。このように浜の両側から波によってできる海岸を人文釣りでサスと申しまして、天の橋立や博多の海の中道がその例でございますが、磯の海岸は珍しく、さらに潮の干満によって浮き沈みする浜は極めて珍しいものでございます。この現象をトンボロ現象とも言いまして、昭和58年9月には県の天然記念物に指定されております。瀬浜渡るには引き潮において、道りゃ思いも届きゃせぬと堂ヶ島小唄にも歌われており、磯遊びには格好の場所でございます。前方の山が天窓山と申しまして、その下に天然記念物の洞窟がございます。これから洞窟の中にご案内いたします。これから通ります水道、それに洞窟内は非常に狭くなっておりますから、手すりや窓から手を出さぬようお願いいたします。また波の跳ね返しがありますので十分気をつけてください。
入ってまいります水道が川越水道、右側が川越島でございます。この島も以前陸続きであったものが波の浸食で離れ島になっております。すごいですね。当たるんじゃないか、当たるんじゃないか。大丈夫ですか？無理しないで。ちょっと声出ちゃった。左側に見えておりますのが天然記念物天窓堂の西口でございます。左側奥深く続いております洞窟が源頼朝公が隠れ住んだという伝説のある鎌倉洞窟でございます。船はいよいよ天窓堂の中に入りますが、この洞窟は昭和10年8月文部省により天然記念物に指定され、天窓のある洞窟であることから天窓堂と名付けられました。また太陽光を受けて青く輝くことから青の洞窟とも呼ばれております。カメラをお持ちのお客様はどうぞご用意ください。あの洞窟に入るの？本当に？本当に？左側の洞窟は西口さからっき外から見えた穴だな。上側をご覧ください。直径10メートルほどの天窓が口を開けております。何回かの落盤によって出来上がった天然の天窓です。洞窟の奥に見えておりますのが東口でございます。洞窟の中を通って波が打ち寄せ、浜を形作っております。エメラルドの海、上から差す光、どれも幻想的で素晴らしいのですが、こんな狭いところで船を方向転換する船長の腕にびっくりしています。この天窓堂の上は公園のように整備されており、昭和29年には昭和天皇がお見えになり、御成の歌碑も建てられております。唐常の母はこの道つわぶきは、この海の辺に花咲きに酔う。お時間がありましたらお立ち寄りください。響くね。ご案内いたします。まもなく桟橋に到着となります。救命胴衣は外されましても構いません。最後までご視聴ありがとうございました。MB サポートの管理人でした。バイバイ。過去に三四郎島というビデオを投稿したとき、遊覧船の映像を音消して少しだけお見せしました。今回のビデオはほぼ未編集でお送りしました。いかがでしたか？
なぜ今頃って話ですけどね。これでいっか。